こんにちは。日本語教師の鈴木です。今日は一本の藁というお話の第一章の1を一緒に学びましょう。今日のレッスンです。1、ストーリーを聞きます。2、キーワードと文法を学びます。3、復習のためのクイズがあります。4、仕事と一緒に使う言葉を学びましょう。5、シャドーイングの練習です。一緒に頑張りましょう。このお話、第1章の1だけですが、全部のストーリーを書いたものがあります。語彙リストもありますので、概要欄からダウンロードしてみてください。一本の藁、今日はこの8行を勉強していきます。では、早速お話を聞いていきましょう。一本の藁、楠山正夫。昔、大和の国に貧乏な若者がいました。若者は一りぼっちでした。親も妻も子供もいませんでした。仕事もまだありませんでした。若者はだんだん寂しくなりました。だから観音様にお願いしようと思いました。そして大きいお寺のお堂に入りました。そこで観音様にずっとお願いしました。どうでしたか？それでは文法のポイントや言葉を勉強していきます。まず、一本の藁。一本のポンですね。鉛筆、バナナ、ビールの瓶、きゅうりなど長いもの、細長いものを数えるときに使います。この藁も長いですよね。ですから一本の藁。この飲むときに使う、これはストローですので藁ではないですよ。気をつけてくださいね。では数え方、一緒に練習していきましょう。1本、2本、3本、4本、5本、6本、7本、8本、9本、10本、10本。では次行きましょう。昔、大和の国に貧乏な若者がいました。昔というのは今からずっと前の時のことです。貧乏なというのはお金があまりないことを言います。貧乏な若者、若い人ですね。昔大和の国に貧乏な若者がいました。場所に人または動物がいます。場所に物があります。そんな風に使います。また後でクイズしてみましょう。若者は一りぼっちでした。親も妻も子供もいませんでした。一りぼっち、一人だけという意味です。一人だけ。寂しいイメージもあります。親もいません、妻もいません、子供もいません、誰もいませんという意味です。
仕事もまだありませんでした。若者はだんだん寂しくなりました。だんだんなぎなぎくなりました。少しずつ変わっていくことです。若者はだんだん寂しくなりました。若者はだんだん元気になりました。い形容詞はくなります。な形容詞はになりますを使います。だから観音様にお願いしようと思いました。だからの前の文章が理由です。寂しくなりました。だから観音様にお願いしようと思いました。そして大きいお寺のお堂に入りました。どこどこに入ります。その反対、どこどこを出ます。そこで観音様にずっとお願いしました。そこで場所ですね。お堂です。で、観音様にですね。ずっとお願いしました。若者はお堂の中で観音様に、観音様、お願いします、お願いします、と何かをお願いしました。では、クイズ、やってみましょう。場所に人、動物がいます。物があります。公園です。犬です。公園に犬がいます。公園に犬がいます。公園です。ベンチです。はい、どうぞ。公園にベンチがあります。机です。りんごです。はい、どうぞ。机の上にりんごがあります。机です。猫です。はい、どうぞ。机の下に猫がいます。冷蔵庫です。スイカです。はい、どうぞ。冷蔵庫の中にスイカがあります。A も B も C もありません。A も B も C もいません。若者は一りぼっちです。1、親も妻が子供もいません。2、親も妻も子供もいません。3、親が妻が子供がいません。どれが正しいでしょうか？正解は2番。親も妻も子供もいません。無人島です。1、電気がガスと水道もありません。2、電気とガスが水道がありません。3、電気もガスも水道もありません。
3番、電気もガスも水道もありません。だんだんくなります。だんだんになります。い形容詞はくなります。な形容詞はになります。日本の11月です。1、だんだん寒くなります。2、だんだん寒くします。3、だんだん寒いです。正解は1、だんだん寒くなります。日本語を勉強します。1、日本語がだんだん上手です。2、日本語がだんだん上手なになります。3、日本語がだんだん上手になります。3、日本語がだんだん上手になります。に入ります。を出ます。に乗ります。を降ります。イラストを見て、にとおの違いを感じてみてください。正しい組み合わせはどれでしょうか？ 1、部屋を入ります。部屋に出ます。2、部屋に入ります。部屋を出ます。3、部屋に入ります。部屋に出ます。正解は2、部屋に入ります。部屋を出ます。1、電車に乗ります。電車に降ります。2、電車に乗ります。電車を降ります。3、電車を乗ります。電車に出ます。正解は2、電車に乗ります。電車を降ります。では、知っている言葉を使って日本語を広げていきましょう。コロケーションという言葉聞いたことがありますか？よく一緒に使われる言葉の組み合わせのことをコロケーションと言います。今日は若者は仕事もまだありませんでした。仕事という言葉を使って日本語を広げていきましょう。仕事、仕事をする、仕事をする、グループ3です。毎日朝から晩まで仕事をしています。仕事がある、仕事がある。グループ1です。仕事があることはありがたいです。仕事を休む、仕事を休む。グループ1です。昨日、風邪で仕事を休みました。仕事を辞める、仕事を辞める。グループ2です。もうすぐ仕事を辞める予定です。
仕事から仕事の後に続く言葉を一緒に勉強しました。スクリーンショットに撮って後で復習してみてくださいね。それでは言葉の意味が分かったところで最後シャドーイングを練習していきましょう。画面に言葉を映しますから、見ないでもできる方は見ないで、見た方がわかる方は見ながら練習してみてください。シャドーイングは繰り返し何回も何回も練習すると上手になります。ぜひ練習してみてくださいね。一本の藁。昔、大和の国に貧乏な若者がいました。若者は一りぼっちでした。親も妻も子供もいませんでした。仕事もまだありませんでした。若者はだんだん寂しくなりました。だから観音様にお願いしようと思いました。そして大きいお寺のお堂に入りました。そこで観音様にずっとお願いしました。はい、お疲れ様でした。どうでしたか？シャドーイング、リスニング、上手になるために繰り返し何度も何度も聞いて話す練習をしてみてくださいね。またこの続きもお楽しみに。最後まで見てくださってありがとうございました。